曇天です。カレル橋工事中です。旧市街広場ある。寒そうです。テレビ塔です。見えました。ベルリン大聖堂が見えました。続いて見えますものがブランデンブルク門が見えるかもしれません。なんかすごいおしゃれな建物しか見えませんね。あ、見えませんね。次でもベルリン中央駅だって。ね、あれなんだろうね。あれ国会議事堂だ。ね、うわ、でかっ。ベルリン中央駅。寒い。やっぱ本当一気に寒くなったね。途中まで33度とかだったのが土日越したら18度とか。寒っ。今多分乗ってたのが環状線だから、それ乗ってればこうベルリンのさ都内をぐるっと山手線的な感じで見れるんだろうね。いやー、どうでしたかベルリンの滞在は。楽しかった。でも一瞬だった。一瞬だった。1週間いたとは思えない。1週間はやっぱちょっと短すぎる。短いね。最低10日は欲しいね。おいしい？バジルがいい。ドイツは戦後多分人が結構戦争とかで亡くなったか流出しちゃったかで労働力不足で結構トルコ系の移民の人が多いって言ってたよね。だからケバブがすごい美味しいって言ってた。トルコ料理が美味しいらしいです。教育システム、日本は義務教育が9年か、小学校6年の中学校3年の合計9年、でその後にいろんなコースに分かれるのが普通だけど、分岐点が小学校を卒業したタイミングでその職業訓練コースに行くか、それともアカデミックな大学とかに行くコースに行くかっていうのが分かれて、結構半分ぐらいかなの人がこっち側、その職業半分ぐらいだった。半数ぐらいがアカデミックな方に行って、でもアンネさんの言い方的にはね、あんま勉強しなくたちがこっち行くみたいな感じで行ってて、ちょっと良くないシステムみたいな風に言ってた。東と西でドイツがで分かれてる時はエルクナーとかベルリンのある東側は同じ6年足す3年が義務教育で、その後分かれるっていう感じだったけど、統一された後に多分西側のシステムによってそういう制度になったらしい。であんまよく思ってなさそうだった。調べたら結構評価されてる側面もあるらしくて、日本とかではさ、もう大学進学率とかも 50% ぐらい超えてて、なんか大学行かないと給料低いしみたいな感じだけど、なんかドイツは結構その職業訓練コースでちゃんとなんか一つの技術を身につければ食っていけるみたいな、大学に行くのが全てじゃないよねみたいないい側面もあるらしい。ちょっとよくは本当にそれがどうなのかわかんないけど、初めてはレジオジェット Wi-Fi もスナックもありそう。コーヒーがある？あ、本当だ。なんと最後の議席を予約したら、そう、後ろ向きになりました。1階と2階で値段が違う。4人家族の方が多いよね。そう、いいね。こんなテーブル席になってるとはって感じ。後ろ向きです。後ろ向き酔いそうね。到着しました。プラハはこの PID というアプリでチケットが買えます。安いですね。他の北欧とかと比べて180円。一番安いのがそう30分で14分に来そう。すごい暗い場所です。今日はこれから久々のエアビーに行きます。ドイツで買ったホワイトアスパラスープです。今回のエアビーキッチンもあります。
今日から2日間はホテルにおこもりすることになりました。いいホテルだったので、ね、最初まさかのさ、共同キッチンに共同バスで戸惑った。ね、本当はその人のお家の一室に入ると思ってたから、そのイメージだったね。戸惑ったけど、でも結果めっちゃ良かった。結果めっちゃ良かった。超寒いです、チェコは。チェコはというかドイツも寒かったけど、あんずちゃんがフムスパスタを作ってくれるそうです、今日は。いろいろさ、せっかくスーパーでさ、ここだから手に入るものとかそうね、調味料とかなかったり、持ち歩けないから、いつもだからトマト缶に逃げちゃう。そうね。いかに一回で使い切れて、かつその違う味のものを作れるかっていう。そうね。すごいむずいね。フムスパスタを作ってくれました。美味しそう。やんでる？寒っ。冬すぎ。ゆっくりできたね。めっちゃゆっくりできた。ここめっちゃ良かった。めっちゃ良かった。もう俺らは一歩も出なかったね。こもりきったね。1回目にスーパー行って、初日。宿代を吸い尽くしたよね。ねえ、寒いね。マジもうフル装備したね、今日は。ヒートテックに4枚重ね。やっぱ10度が限界。10度が限界。夏の終わりにこういう渦状の寒気渦みたいなのが来るらしくて、ずーっと雨だったよね、この2日間。それがヨーロッパ上空にとどまり続けるという。今日はこれからカウチサーフィンのホストのところに一泊しに行きます。一泊だけです、今回は。カウチの人は良さな方でしたね。これから雨が降ってないうちにプラハ観光をしていきます。人が入るとゆっくりになる。トラムで、22番トラム。これだ。うわー、綺麗だね。こちらがプラハ城かな、これ。プラハ城か、そのプラハ城の隣に大きい教会が建ってるのかな、どっちか。その教会はゴシック建築だから、これはもうどう見てもゴシック建築なのね。先がとんがってゴシック建築だけは分かるようになった。他のバロックとかルネサンスとかロマネスクとかは分かんないけど、これが聖ビート大聖堂ですね。ここも衛兵交代式があるらしいよ。見て、そしてこれがスラブカラーの国旗です。赤、ロシアとかスロバキアとか。ほら見よ、衛兵がいる。交代そうじゃね？しないかな。すごっ。すごい人が。プラハはボヘミアっていう場所にある首都なんだけど、14世紀頃に作られ始めた大聖堂らしくて、そのカール4世っていう神聖ローマ帝国の王様がボヘミアに神聖ローマ帝国の首都を持ってきて、そこからこの建設を14世紀頃に開始したんだって。以上です。これがなんだっけ、プラハ城じゃない？違うかな。すごいね、これビート教会の一部かな。これ大聖堂だ。でかっ。このゴシック建築はこう高く高く伸びて、ああいう大きいステンドグラスも特徴的なんだって。これがプラハ城です。さっきの聖ビート教会の方が白っぽかったよね。この聖ビート教会は600年建築にかかったらしくて、こっちはもう建設が始まったのが1000年以上前らしい。めっちゃこっちの方が古い歴史を持ってる。世界遺産ですね、ここら辺は全部。寒い。寒そうです。あなちゃんがもうプラハ城に背を向けてただただ耐えております。風がすごい。風が強すぎる。
やっぱ870年頃に建設が始まったんだって。すごいね。めっちゃ前。日本でいう日本でいうと平安京だね。寒い。ちょっと寒くて落ち着いて見てられないね。携帯出せない。なんかやっぱブダペストと構造は似てる気がする。ちょっとこういう高台にあって、で新市街と旧市街がこう川を挟んで並んでる感じで、うわほらね、すごそう景色。でもチェコはホストの人がハンガリーと比べてそんなに大きい建物がないって言ってたね。可愛らしい感じで、ハンガリーはドンドンドンみたいな。ドンテンです。すごい人が敷き詰まっている階段。カレル橋が見える。あれはこっから見るのが一番綺麗そうだな。うわ、濁流になってない？これどういうこと？どうなってんのこれ？衝突してんのこれ？綺麗だね。あそこにプラハ城が見える。海かな？海の匂いするね。潮の匂いが。いや全然海じゃないわ。だって内陸国だったわチェコ。なんでこんな海の匂いするんだろう。カモメもいっぱいいるし。どっちからどっちに流れてるのこれ？普通にこうなってる。こうなってる。もうそんなもうこうなっちゃうじゃん。なってる。この立地的にさ、嵐山っぽくない？どういうこと？嵐山のさ、有名な橋。なんかこの感じ。京都行きたい。京都行きたい。こちらがカレル橋です。でカレル橋もビート大聖堂を作ったカール4世、14世紀に建てたからカール4世の名前から来てるんだって。カレルって多分何語かでカレルってなるんじゃない？でもともとチェコはそのボヘミアっていう国、聞いたことある？このプラハの町はボヘミアっていう小さい独立した国だったんだって。それが14世紀に神聖ローマ帝国の国王かつボヘミアの国王のカール4世がここに神聖ローマ帝国の首都を移したことでもっと強い国になったんだって、ボヘミアは。その後なんかハプスブルグ家に支配されたり、オーストリア・ハンガリー帝国に支配されたりして、最終的に第一次世界大戦後に独立するときにボヘミアじゃなくてもっと大きいチェコスロバキアっていう単位で独立して、そこら辺からチェコスロバキアが始まったらしいです。最初はずっと昔はボヘミアっていう小さいけど結構力を持ってる国としてチェコっていうのは存在してたらしいです。それの一番最盛期が14世紀のカール4世がこの石橋も建てたし、さっきのビート城も建てたしっていう感じらしいです。ここに30体の聖人像がこうやって立ってるらしいよ。これはまた後々17世紀ぐらい建てられたプラハ最古の石橋です。ここでお気に入りの聖人像を見つけてそこで写真を撮るのが流行ってるらしいです。本当に？絶対違う。むしろ悪天候だけどこんだけ人がいるってことは天気が良いとやばいってことかな。高い？プラハだからね。オーガニックっぽくない？なんかね、良さそう。甘い匂いに連れられて。うわー、かわいいこのお店ね、楽しい。博物館みたいだね。でも基本こういうグミとかそういうキャンディー屋さん、ディズニーシーみたいじゃない？売ってるものはでも別にそんな特別ではない。売り方が可愛い。あんまりなんか食べたくなるみたいな。メガネケースの
ブランドの商品があったり、日本独自のやっぱブランドの商品があるから、うん輸入品はそういえば高くつく。そうだね。ハンガリーとかは結構輸入品のものが多かった。多かった。やっぱドイツとかはさ、あー独自のブランドを持ってるから、だから安かったりとか。だからまあ観光地の中心のレストランとかスーベニアとかそういう物価は全部高くて、生活系に関しては独自ブランドがあれば安いしみたいな。そう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 。ここです。旧市街広場ですと、これが天文時計、世界最古の天文時計らしいよ。だからただの時計だけじゃなくて、例えば星の位置みたいな、なんか多分そういうのも指し示せる複雑な時計らしいです。この時計も1410年だから、多分そのボヘミア王国時代に建設された。あれだ天文時計。ほら、中心に太陽があって月とか星の位置が分かるようになってるんだって。はい、ちょっと複雑すぎて分かりませんね。読める？綺麗だね。なんかやっぱ冬の感じがするね。冬だね。寂しい感じ。そうだね。クリスマスマーケットとかやってそう。他のゲストの人と喋った時に、次どこ行くのって言われて、ウィーン行くって言ったら、ウィーンは冬の時期のクリスマスがめっちゃ綺麗だし、そうなんだ。クリスマスマーケットデンマークもすごいいいって書いてあったけど、どこでもやってるんだろうね。けどウィーンがいいんだね。あんちゃん来ました。10個目ぐらいの旧市街広場です。こちらが旧市街広場あるあると縦勝ち。旧市街広場あるある、どうぞも縦勝ち。旧市街広場あるある、どこを見ていいかわからないがちって感じ。これとかあれとかもなんか有名な教会なんだろうね。あっちの教会がティーンの前の聖母教会。これもゴシック建築らしくて、そのもうおなじみ14世紀のカール4世が建てたらしいよ。これも全部カール4世です。プラハはプラハといえばカール4世と言えるようにしておきましょう。こちらが旧市庁舎で、こっちが聖ミクラーシュ教会で、こっちはバロック様式らしいんだけど、ゴシック様式とはちょっと違うよね、雰囲気が。柔らかい印象があるね。確かバロック様式はそのキリスト教のカトリックの権威が落ちちゃっている時に流行ってたやつで、こんなに力持ってんだぞっていう権威を示すために、結構ファサードっていう入り口とかもすごいきらびやかになってたりとか、見た目的にもすごい高そうだなっていう建築様式らしいです。私はこっち派だな。でも確かにナチュラルっぽいよね、こっちの方が。これが火薬庫で、その隣にコンサートホールがあるみたいです。工事中です。こっちがコンサートホールだって。結構でかい。綺麗。これなんか調べたら出てきてた。これおもろくない？でもよくあるの知らないの？知らない。何ストーリーまでよ。そうだよ。工事中のさ、なんか会員プレイってある。あれのマークはよくある。そうなの？初じゃない親子丼は。親子丼美味しそう。どうぞ。神った。